おはようございます。セネタラです。本日は7月15日土曜日です。飛行機の到着が5分ぐらい遅れたんですが、バスには十分間に合うなぁなんて思ってたんですけど、バスの出発もそれに合わせて少し遅らせたみたいで、ちょっと電車のタイミングが危なかったんですよね。結局足摺り1号が発車する2分前にホームに着いた感じで、結構際どいスタートとなりました。前回歩いた阿波駅の辺り、それから伊予木の辺りですね、この横を通過して、無事土佐佐川駅に到着です。今回は2日かけてここから、大木の浜辺りまで歩いていきます。駅の中に踏切があります。珍しいパターンですね。初めて見ました。前回は5月の歩き遍路だったので気温的にはベストだったんですが、今回は7月ということでムシムシしてます。それでも、今日の最高気温は31度ぐらいでまだマシのようなので、頑張って歩いていこうと思います。1巡目の時はこの辺りは国道を歩いちゃったんですが、今回は正規の歩き遍路道で進んでいきます。伊予木川沿いを歩いていきます。今日は風が強いので、自撮りがやりづらいんですよね。なので、語りは少なめにしておこうと思います。はい、ただいま11時24分、ちょっと際どいタイミングもありましたが、なんとか予定通り土佐佐賀駅到着しました。これから、今日の目的地まで、ひたすら歩いていきます。お腹減ってきちゃったんですけど、この先に多分食事できるお店があるっぽいので、まだスタートしたばっかりですが、早速お昼食べに行こうと思います。しばらく歩いたら国道に合流します。ここから先は基本的にずっと国道を歩いていきます。左手に出てくるのがイタリアンレストランのエルバさんって読むのかな。ここでね、食事しようとも思ったんですけど、この先にうどん屋さんがあるようなので、今回はそっち行こうと思います。土佐西南大規模公園、綺麗な公園ですね。見晴らしも素晴らしいです。で、その向かいにあるのがうどん屋さんの正寿庵さんです。ここにあるカツカレーうどんがご飯も入ってるみたいなので、ちょっとそれが食べたくてね、こっちのお店来たんですよ。で、カツカレーうどんを頼んだんですが、どうもその他に山カツカレーうどんっていうメニューもあったみたいで、そっちにご飯入ってたみたいなんですよね。普通のカツカレーうどんは、ご飯の入ってない普通のカレーうどんでした。でもすごく美味しかったですけどね。次に来たら山カツカレーうどん食べてみようと思います。展望台を発見したのでちょっと寄り道してみました。海沿いの道って景色はすごくいいんですけど、ちょっと単調になりがちなんでね、こういうところなるべく寄っていこうと思います。いや、素晴らしい景色です。東京だったら観光名所になってもおかしくないぐらいのクオリティです。いや、すごいですね、これ。ただいま気温は30度ぐらいなんですが、今日は風が少しあるので思ったよりもね、暑くない。暑くないっていうか暑いんだけど、想像してたよりかはなんとか歩けます。少しパラパラと雨が来そうな雨雲レーダーもあるので、なるべく早く歩いて、5時までにはお宿に入りたいなと思ってます。景色が最高な海沿いの道です。室戸を思い出しますね。はい、右が土佐白浜駅です。ここは非常に思い出深い場所なので、ちょっと、尺を取って、歩いてみようと思います。前回雨でこの辺でもう力尽きちゃって、土佐白浜駅から電車に乗って宿に向かったんですけど、その時今の看板をこっちの道に入ってすぐに駅があるのかと思ったら駅が見つからないんですよね。で、右上の方に線路が走ってるので右側に駅はあるんですが、どっから駅に行けばいいのかわからなくて、こういう右に行く階段があれば全部入ってったんですよ。とね、ほとんど人の家の庭に出ちゃって、なんだこいつみたいな顔されたことがあったんですよね。結局住民の方に聞いて、ここを右に上がっていくと土佐白浜駅に着くっていうことだったんですが、
せめてこの辺に看板の1個でもつけといてくれればね、分かりやすいんですが、当時すごく大変な思いしました。相変わらず素晴らしい景色を歩いてきます。ただこれずっとこういうとこ歩いてると飽きてきちゃうのがね、もったいないんですよね。休憩所が見えてきました。この区間は海沿いの休憩所が頻繁に出てくるので、とても助かります。今日みたいに暑い日はこの屋根のある休憩所で頻繁に休憩取ってね、コンディション整えながら歩いていくことにします。今日は風があるのでまだマシですけど、それでも暑いです。土佐の塩丸が出てきました。ここは満潮時の海から汲み上げた海水を天日干ししてる施設なんだそうです。歩き遍路しながら動画撮ってる人ってみんなここの施設映しますよね。中村まで残り18キロ、宇和島まで残り107キロです。クジラの見える町、大潟町です。この町に来ればクジラが見れるのかと思ったけど、そう簡単なことではないようです。たこ焼き屋さんがありました。1巡目の時はコロナ禍だったので、たこ焼き屋さんほとんど閉まってたんですけどね、現在は営業を再開しているようです。井の岬トンネルに入ります。歩道が狭いんでちょっと怖いですね。慎重に歩いていきましょう。アリー川の街が見えてきました。1巡目の時に何度かお世話になったアリー川駅がある街です。あれ、これは前回見なかったような気がします。お大師様がいますね。何か新しく建てたんでしょうか。はい、左に民宿高浜さんが見えてきました。このお宿は外の旗に鯛料理っていうのがあるんですけど、それが国の鯛なのか魚の鯛なのか分かんなくてね、前回戸惑った記憶があります。以前インスタで、今日どこの宿に泊まるでしょうっていうアンケートで一番投票が多かったお宿なんですよね。残念ながら今日は、高浜さんには泊まらずこのまま行きます。さっき話した有井川駅ですね。1巡目の時はこの駅を起点にして行ったり来たりしてました。とてもお世話になりました。山茶さんも泊まってた、ホテル海坊主です。ここもアンケートに載せててね、投票してくれた方が何人かいらっしゃいました。今回はここもスルーです。このまま国道56号まっすぐに行くのもありなんですが、一応遍路道は、ここを斜め左にそれるルートになってます。一見ちょっと迂回するような印象もあるんですが、実はこれほとんど迂回にならないんですよね。そんなに距離も変わらない上に、上り坂をパスできるので、こっちを歩いた方が、楽だと思います。そもそも国道を歩くのってつまらないしね、ぼーっと歩いてるとついつい国道行きがちですが、なるべくこっち歩きましょう。喉が渇いてきたんで悪魔の飲み物、コーラを飲んじゃいました。こういう時に飲むコーラってなんでこんなにうまいんですかね。あっという間に1本飲み切っちゃいました。右には海の大迎駅っていうのがあるみたいです。そしてあのバス停は大梨の浜って読むんですかね。いろんな伝説が残る、土地なんだそうです。興味のある方は調べてみるといいかもしれません。いかにも夏っていう感じですよね。道路に飲み物を売るおばさんが出てきてます。この辺りはお宿がたくさんあるんですよね。まずは民宿ビッグマリンさんです。宿泊3000円は安いですね。それから民宿日の出さん、あとは民宿宮子さん。これ建物が並んでるんですね。面白い作りです。遠くの砂浜が霞んでます。風が強くて砂が舞ってるんでしょうか。嫌ですねこれ。俺遍路道歩き損ねちゃいました。そうだ、前回歩き損ねた遍路道歩こうと思ったのにまっすぐ国道来ちゃいました。しくじりました。3巡目気をつけることにします。遍路小屋第22号大型です。高暑い日は遍路小屋の存在がとても助かります。どうもありがとうございます。いや、砂が舞ってますね。あそこ歩くのかと思うと憂鬱になります。まあでも仕方ないですね。ビオス大型まであと500メートルです。
今14キロぐらい歩いてます。あと1時間ぐらい今日歩いたら終わりになりますかね。前回は道の駅ビオス大型まで国道を歩いて行っちゃったんですが、どうも歩き遍路道は海沿いをこのまままっすぐ行くようです。いや相変わらず抜け漏れ多かったんですね。金剛福寺まで残り52キロです。まだまだ遠いですね。黙々と歩いていきましょう。トイレがあったんで寄っていこうと思って中に入ったら、なんとコインシャワーでした。サーフィンのメッカだけありますね。トイレはないようなので我慢してこのまま歩くことにします。この右が道の駅ビオス大型です。食事とか、買い物とかもできるので、何かあったらあっちの方に寄るといいかもしれません。私はこのまままっすぐ行っちゃいます。はい、ただいま31度、時間で今3時過ぎ。風があるんで思ったよりも暑くないくて歩けるなと思ってたんですが、それでもやっぱり31度の中歩くときついですね。若干熱中症気味です。でも雨も降んなかったし、まあ状況としてはいい方だったんじゃないかななんて思います。明日は今日と同じかそれ以上の気温の中を30キロちょっと歩くことになるので、若干心配ですけど、しょうがないですよね。頑張って歩いていこうと思います。明日は今日よりも暑い中を今日の倍歩かないといけないので、ちょっと心配ですよね。今晩は早く寝てなるべくコンディションを整えようと思います。ここはこの間右に行っちゃったんですよね。それで道間違えたんですが、実はここ左だったみたいです。できれば今のところにもうちょっと目立つ遍路シール貼ってあると助かったんですけどね。そういう贅沢なことは言ってられません。7月の3連休なのでキャンプしてる人が大勢います。趣のある遍路道を歩いていきます。前回はさっきの分岐右に行っちゃったのでこっちの方は歩けなかったんですが、今回は歩くことができました。この辺りはウミガメの産卵地になっているようです。せっかくなのでちょっと海を見に行ってみましょう。ランニングシューズで砂浜歩くと砂が大量に入るんで嫌なんですけどね。せっかくなのでそんなこと言わずに出てみました。綺麗な海ですね。素晴らしいです。1巡目の時はあっちのグラウンドの方を歩いちゃったんですよね。当時4月だったんですが、セミだか鳥だかがすごい鳴いてて、騒がしかった記憶があります。今回インスタで今日泊まるお宿はどこでしょうクイズをやってたんですが、その正解はここネストウエストガーデン土佐さんです。正解した方が3人いらっしゃったですかね。見事正解おめでとうございます。で、おめでとう、別におめでとうなことでもないですけどね。ありがとうございました。ただいま3時47分、今日泊まるホテルに到着しました。今日泊まるところはここです。ネストウエストガーデン土佐。いやー、あまり当たった人いませんでしたね。着きました。今日ここです。1巡目の歩き遍路でもこのお宿見かけたんですが、歩き用遍路で泊まる方とても多いのか、情報もたくさんあるし、じゃらんとかネットで予約もできるしね、ずっと気になってたんですが、今回偶然、宿泊予約取れたので、初めて泊まってみました。とても綺麗なお宿ですね。中にはお土産コーナーとか、今日はやってませんでしたが、なんかいろいろと催し物もあるようです。今日は満室とのことなのでね、本当に撮れてラッキーでしたけど、じっくりと中を観察したいと思います。客室はすべて2階にあるようです。
今回の私の部屋は202号室のツインルームです。ツインルームっていうか、ここ多分シングルルームっていうのがないんじゃないかと思うんですよね。なんとなくですけど、ツインルームか和室かみたいな感じなんでしょうか。部屋も広々としてて、とても綺麗で清潔です。枕元にはきちんと電源も用意されてます。リフォームでもしたんでしょうか。いや、綺麗ですね。このお部屋は当たりかもしれません。ポットとかドライヤーとかはここに全てしまってあるようです。金庫もありますね。冷蔵庫は小さいけど、ちゃんと備え付けがあります。これも当たり前ですけど、民宿だと結構ないところ多いんでね。このお部屋の景色はパーシャルオーシャンビューですね。これだと朝日がちょっと見れないかもです。この辺は残念ですけど仕方がありません。続いて、お風呂とトイレです。トイレはもちろんウォシュレットです。綺麗ですね。ちょっと古めではありますが、ここは大浴場があるので特に問題はないと思います。コンディショナーもきちんと用意してあるようです。このお風呂ちょっと驚きが1点あるんですけど、シャワーを引っ掛けるこの上のこれがないんですよ。だから部屋でシャワー浴びるときはどうやって浴びるんですかね。2階には小さいながらも自販機があります。こっちは女性か。これ入っちゃいけませんね。こっち側が扉の雰囲気的に和室でしょうか。電子レンジも廊下に備え付けられているようです。建物が丸いんでこうぐるっと回る感じになるんですよね。ここが男性用のトイレと、ランドリーです。まずはトイレを見てみましょう。綺麗ですね。いや、これだけ綺麗だともちろんトイレはウォシュレット。ちょっと設置が斜めっていうのが驚きましたけどね。広く使うコツなんでしょうね。いや、清潔です。続いてランドリーです。洗濯機は2機あって、無料です。しかも洗剤も無料になってます。乾燥機を使う場合は60分100円、払う必要がありますが、60分100円だったら安いですよね。はい、これ中庭です。いや、モダンですね。レンタルサイクルとかもあるようなので、早めにチェックインして、この辺を自転車で観光するのもありかもしれません。続いて大浴場です。大浴場に入ろうと思ったら渡り廊下みたいのがあります。離れになってるんですね。ここが浴室棟なんでしょうか。お客様が誰もいらっしゃらなかったので、お風呂の中も撮らせていただきました。日帰り入浴もできるということで広々としててとても清潔です。お風呂は湯船が2つあるんですが、右側の湯船がね、お湯がぬるいんですよ。これ日焼けした体で熱いお風呂って地獄レベルなので、いや、ぬるいお風呂があるっていうのは本当に助かりました。おかげでのんびりとお湯に浸かることができました。ありがとうございます。続いてレストランです。とても広々としてて綺麗なレストランです。ただ今日満室のはずなのに客が全然いないんですよ。私の後にもう一組来るぐらいでスカスカでしたけど、なんか不安ですね。食事は一番標準タイプのものをお願いしたんですが、それでもこのレベルなので、もう十分です。とても美味しかったです。ありがとうございました。今晩はお宿から初めてライブをしようと思ってるので、それの準備を始めてます。準備って言ってもこれぐらいなんですけどね。参加いただいた皆様本当にありがとうございました。おはようございます。今日は暑くなる前にできるだけたくさん歩きたいので、朝食は、おにぎり弁当に変えてもらって6時15分にスタートです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。真夏の歩き遍路はなかなか辛いものがありますが、今日も元気に歩いていこうと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。